なんか本当に前も言ったけどアメリカンドラマみたいな感じでドラマが毎日そこら辺にあるよね。毎日メインキャスト。メインキャストでございます。なんかフランス人に言うとそういう時は必ずアグレッシブになって喧嘩してわーって言わないとダメだよって毎回言われるんだよね。そう、みんな言われる。ベイビー、どこにいるの？映ってないよ。今日は、初めてこのカメラを使っているっていう感じで、携帯じゃないカメラで撮ってるんだけど、そしたらなんかベイビーがはみ出てます。ベイビー、come here。なんでそんな隅にいるの？なんでそんな隅にいるの？近くない？近くないよ。こっち来て。この方は本当に、最初は、何でも怖いんですよ。何でも、機械だけじゃなくて人間もそうかな。人間もそう？全然怖くない。じゃあなんでそんなに後ろにいるの？せっかくね、これね、わざわざ私このカメラ買ったのに、ベイビーは、このカメラ使わなくていいんじゃない？ね、全然いいよ。もう普通に今までのやつにしようみたいな感じなのね。なんでせっかく買ったのにみたいな。なんで重いし、いつも一緒に持ってこないといけないから。とりあえず今日はね、そういうことじゃないんだけど、とりあえずはい、せーので、ジュンとクリスです。来た。ではベイビー、なんでそんなに隅っこにいるの？ということでベイビー、何があったんだっけ最近？相談しないでカメラ買った。それがそんなことないです。そんなことある？相談したんだけど、ベイビー別にどうでもいいみたいな感じだから、全然じゃあいいよ買うって感じで買っちゃったっていう。どうでもいい。よくさ、相談しないで服買うじゃん。だから同じじゃない？そうだけど、カメラには誰が使うって僕でしょ。そうだね。だから全然いらないと言ってたのに。しかもね、カメラで日本のやつ買ったから日本語っていう。ベイビーが使うのに日本語日本語しかないし、失敗した英語があると思って。まあいいんじゃない？ベイビーはたくさんそういうトイ買ってるから。買わないそんなに。それより何があったんでしたか？もうめちゃくちゃたくさんある。もうダイレクトに言って分かりやすく。嫌いになりました。何が？国。昨日あんなにフランスの国って言ってたじゃん。いきなり今日は嫌いなの？日によって変わります。昨日ね、フランス人と一緒にいたから、言わないでしょ。あなたの国嫌いです。いや、そうじゃなくって、いや、いいところ、フランスのいいところあるじゃん、たくさん。ある。だけど、まあ昨日ね、そこまで、分かってなかったんだけど、今朝起きたら、分かってきて、あんなにひどいって。何が？このフランス人。何が？アドミニストレーション。事務作業っていうのがひどくて。何があったんですか？僕ね、クリミナルになった。裁判行かないといけないってことになってるし。なんかよくわかんないですけど、私はビザのことでクリミナル。で、こっちはこっちでクリミナルって言って、クリミナルカップルでございます。私たち。まあ、こんなのを YouTube で発信していいのかどうかわかんないですけれども、私たちはクリミナルカップルです。で、何のクリミナルなの？なんでなの？2年前に、ブロアに住んでたじゃない？その時は、自分のアパートじゃなくて、借りてるアパートだったから、まず、時ね、すいません。結果から話したら、何があったのって言ったら。何があった？裁判に行かないといけない。何があったの？手紙届きました。そうなんです。ベイビー宛てに手紙が届きました。前ね、ブロワに住んでて、すごい可愛い街でね。ロワールの。で、そうですよ。もう可愛さなくなった。結婚した場所だからダメ。だからダメ、可愛いの。すごいところです。本当に行ってほしいんだけど、みんなに。で、それで、可愛さなくなっちゃダメに決まってるじゃん。私たちの結婚の場所なんだから。まあそこに、アパルトマンを借りていたわけ。ベイビーのね、名義で。だからもちろんベイビーの名義でレターが届いたの。それがね、2年後にいきなり、レターが届きました。っていうところだよね。それは、まず弁護士からのレターでございます。何だった？
じゃあ3回目言います。裁判に行かないといけないことになったね。なんで裁判行かないといけなくなっちゃったの？いきなり裁判って言ったらびっくりするじゃん。だからびっくりした。なんでいきなり紙、ちょうどミーティングの時ここに来たし、めっちゃくちゃもう、あれ手紙もらったらもうずーっとその後1時間ぐらい見てくれたんだけど、全然聞こえなかった、何でも。では、ちょっと、もうこれね、超長くなるので、この方の、お話で。なので、もしもこの先がね、知りたい方、なんで裁判行かないといけないのか、何が起こったのか、ブロワーのアパートでっていうことをね、視聴したい方は、ぜひね、最後まで見てくださいね。とりあえず今からちょっとキャフェに行こうかなと思います。行きましょう。皆さんね、ベイビーめちゃくちゃ可愛いじゃない？なんで？可愛いんじゃない？ありがとう。今日初めて来たね。Thank you。可愛いベイビー見るとあんまり動かさないで。可愛さなくなった。皆さんちゃんと目ごめんなさいね。ベイビーがホールドしてるので大変かもしれないから。僕話してる時に動かないといけないタイプ。だから動かないで。だから動かないと喋らない。じゃあしょうがないね、皆さん。しょうがないね。スタビライズ入れます。それでベイビーどうなったの？レターが届きました。届きました。手紙もらってびっくりしました。でもフランス語で読めないからいいんじゃない？そこまで悪くないかなと思ってて、2日ぐらいね無視した手紙。その次は2日経ってベイビーはもう聞いてて、この手紙って何ですかって聞かれて、チャット GPT でもう翻訳してもらってびっくりしたことはたくさんお金払えないといけないってことになってる。なんでベイビー理由言って。敷金がとりあえず戻ってこなかったから、私たちね2回ブロワーに直接行ったのね。3回行ったんだよね。まあ用事もあったんだけどね、行く用が。そしたら何にもね対応してくれなくて、敷金のことについて。やっと3回目にして敷金のことにして対応してくれたんだよね。そしたらいろいろと見つかったのが、なんかベイビーがとある送金の家賃のお金を送金したんだけれども、そのエージェンシーは何か知らないけど私たちに帰ってきたの。帰ってきた。でそれ知らなかった、気づかなかったんだよね。気づかな、もちろんもう自動引き落としだからね。ともう設定してたから。でしかもその次の翌月は自動引き落としされてなかったんだよね、勝手に。でそれ気づかないかったんだよね、私たちね。まあそれは私たちのミスでもあるんだけど、普通引き落とすのは普通で借りてたから、まあ普通だったんだよね。普通に不動産からもメールもらうんじゃない？ちょっとお金入れなかったとか、全然何もなかった。そうしたらなんとその家賃が未納だからっていうことで、まあそれは絶対払いますっていう話なの。全然払うよね。なんだけどそれプラスなんかペナルティとか入っちゃってて、遅延みたいな。遅延も何も2年後だよ。2年後なのになんで今更みたいな。2年経ってなんで今って話じゃない？ 2年とたくさんメール送ったし、こっちからねアクションをやって3回も言ってて、全然知らないふりしてたのに2年かかって2年分の遅延金って言ってね、はぁみたいな顔だったね。はぁみたいな。本当にびっくり、たくさんびっくりことはあったし、昨日メール読んでて送ったメールもう3回4回ぐらい送って、デポジット欲しい、なんていうの、敷金が欲しいから、返金してほしいから全部無視してた。理由は私たちなんとフランスのこの寒い国で2年間連続暖房がなかったんですよ。
建物自体が壊れちゃっていたんだよね、暖房が。そう古くて。まあ普通だったら法律上暖房のないとこを絶対賃貸はしちゃいけないっていうのはフランスであるんだよね。あります。でオーナーさんはそこを小さななんか電気ストーブみたいなものを買ってくれて3つぐらい。もちろん足りない。2つ2つ買った。自分で買った。私たちが。あっちが2つ。足りるわけないじゃんね、2つだけじゃ。でまあ湿気、要するに私たちがいない時でもやっぱり中はちょっとそんなに暖かくない。めちゃくちゃ寒いだから寒くて外はもっと寒いから、湿気がなっちゃうじゃない。でそれで窓ガラスとかがすごい水っぽくなっちゃってて、いない間にでカビっぽくなっちゃったわけで、それのもののもう出る時にね、それをもうなんか請求されてるんだよね。そう私たち的にさ、カビみたいな、これってさ清潔的に良くないじゃん、衛生的にね。だからもうちょっと考えてくれたら嬉しいなとは思ってたんだけど、全然で、私たちがそのエージェンシーにカビ生えてますよってことも言ってたし、写真も送ったし、いろいろ送ったんだけど全部無視して、最終的に全部無視されて、私たちはもう出ますよって言ったら、その2年後、なんとそこら辺のカビとか他のもの全て修理してください、っていう金額も請求なんだよね。そう、すごくない？めちゃくちゃ高いし、多分ね、直したいところはもう全部直してと払ってくださいみたいって言ってじゃない？なんかさ、分かること分かるんだけど、なんか分からないことがありすぎちゃって、理解が超えちゃって、私たちからさ何回もさ言ってるのにメール来ないわけじゃん、無視されて。それってさひどいよねっていうのがありまして、どうでした？プラスそっちの方ね、弁護士代払えないといけないということになってる。あ、そうだ、弁護士代も払ってくださいみたいな。本当にね、怒るレベルあるじゃないですか。次は泣きたいレベル。その次は多分もう諦める。多分ベイビーはもう諦める。僕まだ泣きたい。この国でそれをやると損するよ。わかるだけど、なんかね、よくわかんないことが起きすぎて。It's not fair. It's not fair. そうね。フェアじゃないことがたくさんあるんだけど。だからフランスはね、いいところもあるし、いい人たちもいるけど、住むのは全然おすすめしないよね。しない。旅行ぐらいはいいですね。ベイビー泣いてる？ほら、めちゃくちゃ泣いてる。泣かないで。諦めた方がいい。諦める。なので、もう本当に、またかみたいな感じだった。そうね。もうフランスにあまりいないじゃない？まあいるんだけど、ずっといないじゃない？いない。だからまたそういう裁判のことになったら、もうめちゃくちゃ大変なことになるじゃない？また帰らないといけないし、それもやめてくださいってなってるんだけど、まあ裁判がどうのこうのって言ってもね、その前になんかね、こうやってね、お話し合いでなるかもしれないし、ちゃんとさ証拠っていうものもあるわけじゃない？メールとかの。だからそういうのも見せるのもいいかもしれないけれども、フランスはなかなかなんかやっぱりオーナーさんの方がね強いので、なかなか難しいみたいなので、そうね、なんかまあできるところで、まあとりあえずさ、そのエージェンシーがさ何もやってなかったっていうのは本当なんだから、そのエージェンシーが黙った方がいいよね。まあちょっとでもベイビー頑張りたい？頑張りたくないよね。わかる。払うものを払いなさいって感じかな、自分たちは。払うものってまあね、そうだね、もう全部払えないといけないっていう感じで、ベイビーはクリミナル楽しんでます。クリミナルになりましたなんかずっとねベイビーのことバカにしてたんだから、今こっちになりました。よくあってクリミナル。2人クリミナル。そう、クリミナルです。
クリミナルカップル。全然良くないよね。まあそうなった。ベイはい楽しかったキャフェ。なんかすごくダークな話になっちゃったけど。あ、すいません。そういう国です。でもそんなにね、大したことじゃないから、ベイビーね。まあそうだね。そうだよね。そういう風に思っておかないといけないかな。そう、だからまあこれから何がしないといけないかなと話した方がいいんじゃない？まあそんな感じで、まあベイビーもクリミナルになったって面白い話なんだけど、私に続いて私たちは本当にこのままでいいのかっていうことで、アンドラに移住してよかった。あ、そうだね。そう。そうだよ、もう大変じゃない？このお国さんは。アンドラだとね、問題がないというか、日本みたいな感じなんで。そう、なんかね、ちゃんとしてる。ちっちゃい日本みたいになってるよね。ね。ここはまあもちろん美味しいし、楽しいし。美味しいし、楽しいし。綺麗し。だから旅行はめちゃくちゃいい国。ねえ。面白いよね。面白い。なかなかこういう事件はないですよ。なんか本当に前も言ったけど、アメリカンドラマみたいな感じでドラマが毎日そこら辺にあるよね。毎日メインキャスト。メインキャストでございます。私ね、日本だったらあんまり問題起きないようにさ、しっかりとさ計画立てたりとか、こうならないようにちょっとやろうかなと思うんだけど、全くその気一切ゼロじゃん。だからほんと喧嘩するための国だよねって。なんかフランス人に言うと、そういう時は必ずアグレッシブになって喧嘩してわーって言わないとダメだよって毎回言われるんだよね。そう、みんな言われる。私その気ないよみたいな思うんだけど、本当に何かあった時はもうわめいてアグレッシブになるとなんとか OK になるんだってね。そんなことをしないといけないっていう話。そう、だからそういうアドバイスですかっていつもなってるよね。喧嘩して大きい声で話してなんかなるんだけど、優しくに説明したい時に絶対何ももう無視する。アグレッシブじゃなくて普通に振る舞うと、もう全部はもうそれは負けみたいな。全然響かないし、相手に全然聞いてくれないっていうところ。わめいてアグレッシブになるとやっと聞いてくれるっていう、どういうことじゃっていう話よな。ちょっとそういうことやっちゃダメだよ、本当に。しっかり仕事しなさーいって感じじゃない？やめましょう。そうだよ、やめて。本当にもう、私たちはもう本当に吸い取られの吸い取られよ。外国人だからってなんかこう下に見てるわけじゃなくて、フランス人に対してもそうだからね。フランス人同士で、まあ大変な国だよね。そうそう、オーナーさんね、外国人結構そういうなんかトリッキングインってなってね、騙される、と言ってたんだけど、外国人騙されるって言ってたと言ってました。外国人かめちゃくちゃ若い人、は騙されるって。騙される。でも今回騙しも何もそういった問題じゃないよね、もうそもそもね。完璧に騙された。じゃあこれフランス人でも同じことになるよ、どう考えても。なって喧嘩してなんかなるじゃない。でも二人は喧嘩あんまり好きではないから、じゃあそのままってなっちゃうかなって話や。そう、喧嘩するとなんかどんどんシワが増えてきそうになりそうじゃない？そう、やだもう。それね、直すともっとお金かかるじゃない。そう、もっとお金かかる。で自律神経も乱れてもっとお金かかった。だからもう払ってもうバイバイってしないといけない。そうね、だと思うね。まあ本当に大変。もうまあでもね、いいところもたくさんあるので、という感じで私たちはクリミナルになったっていう話よ。だから逃げちゃうじゃない、どこかで。っていう感じでベイビーはずっとね歌ってるんですけど、こういうことがあっても私たちは頑張って乗り切ってるので、身近なねことでね、何かねイラってすることあると思うんだけれども、笑って乗り越えよう。それが一番いい。自律神経も乱れないし、シワも増えてかないからっていう感じよね。だからすぐイラってしちゃダメだよね。ダメね。ダメ。そう、もう我慢して
イライラしないでください。そう。私たち本当にイライラしようと思ったらできるんだけど、そこをあえて選ばずに行こうね、ベイビー。もう毎日限界できる。やめてください。はい。という感じで、頑張ります、私たちは。ね、ベイビー。ということで、この動画がいいなと思いましたら、ぜひグッドボタンをお願いします。クリミナルになったことです。Yes。私たちがクリミナルになった動画がいいなと思いましたら、ぜひグッドボタンお願いします。もうやめてください。はい。インスタフォローもしてね。YouTube チャンネル登録もしてね。よろしくね。では、また次回お会いしましょう。せーの。あちゅー。あちゅう。